のささやきの朗読や会社の帰り道だった。いつも通る古い商店街の裏通り。シャッターの閉まった店ばかりで、夜になるとほとんど人がいない。その日俺は残業で遅くなって23時を過ぎていた。街灯がチカチカしてやけに暗い夜だったのを覚えている。ふと見慣れない看板が目に入った。スナック暦。赤い小さなネオン。今まで何百回も通っている道なのに、こんな店あったか？しかも古いビルの1階。半分地下みたいになってて、階段を3段降りる入り口。なぜかドアが少しだけ開いていた。中から薄暗いオレンジ色の光と、昭和の歌みたいな古い曲が流れている。俺は思わず言った。あれ？こんなところにスナックあったっけ？俺は気づいたらドアを開けていた。店はカウンターだけの小さなスナックだった。席は7つくらい。でも、客は誰もいなかった。カウンターの奥に女の人が一人。40代くらいだろうか。でも、やけに古い髪型と化粧で、まるで昔の写真から出てきたみたいな人だった。女はゆっくりこっちを見て、少し驚いた顔をした。あら、お客さん？はい。やってますか？もちろん。今日は開けている日だから。開けている日って言い方が少し引っかかった。俺はカウンターに座る。この店って最近できたんですか？ママは少し黙ってからこう言った。いいえ、ずっと前からあるわ。でも俺この道よく通るけど。するとママは少しだけ笑って言った。この店は毎月9日しか開かないの。え？だからあなたが今日見つけたのも偶然じゃないわね。その時店の奥の壁に古いカレンダーが貼ってあるのが見えた。日付のところに赤い丸がついている。9日だけ全部の月に赤い丸。俺は酒を一杯もらって少し話をした。ママはこの店をずっと一人でやっているらしい。でもどうして9日だけなんですか？俺がそう聞くと、ママはグラスを拭く手を止めた。そして少しだけ下を向いて静かに言った。待っている人がいるの。待ってる人？ええ、大事な人。その人が来るのが9日なの。毎月9日に来るんですか？ママは少しだけ微笑んだ。でもその顔は嬉しそうではなかった。どこか諦めているみたいな顔だった。ええ、約束したの。毎月9日にここで待ってるって。じゃあ、今日も来るんですか？その質問をした瞬間、ママの手が止まった。そしてゆっくりと時計を見た。店の壁の古い丸時計。23時58分。ママは小さな声で言った。もうすぐ来る時間ね。その瞬間店の外で、コツ、コツ、コツ、と階段を誰かが降りてくる音がした。ゆっくり、ゆっくりと一段ずつ。俺は振り返った。でもなぜかママはこっちを見ていった。ねえお客さん？はい？この後何があっても。そこでママは笑った。でもその顔はさっきまでよりずっと寂しそうだった。
驚かないでね。そしてドアがゆっくりと開いた。外の光が少しだけ差し込んで、入り口に立っている男のシルエットが見えた。背の高い男だった。黒いコートを着て帽子をかぶっている。顔は暗くてよく見えない。男は何も言わずに店に入ってきて、俺の横を通ってカウンターの一番奥の席に座った。ママは何も驚かずに静かに言った。いらっしゃい。男は少しだけうなずいた。ママ、いつものお願い。低い声だった。ママは黙ってウイスキーをグラスに注いだ。氷がカランとなった。店の中には古い歌が流れている。でもさっきまで気づかなかったけれど、その曲は同じところをずっと繰り返していた。同じフレーズが何回も何回も。なんだか変な感じがした。そして男がボソッと言った。今月も来たよ。ママは少し笑う。ええ、待ってたわよ。ちゃんと店開けてるんだね。だって約束だもの。もうやめてもいいんじゃないか。その言葉でママの手が止まった。やめないわ。どうして？ママは少しだけ考えてから言った。約束したじゃない。男はしばらく黙ってグラスを見ていた。そして小さな声で言った。俺、もうここに来ちゃいけない気がするんだ。その言葉を聞いたとき、なぜか背中がゾッとした。来ちゃいけない？でもこの人、自分で来てるじゃないか。ママは俺の方を見て言った。この人は昔ね、この店で働いていた人なの。え？そうなんですか？ええ、まだ若い頃ね。この店も昔はもう少し賑やかだったのよ。男は黙ったまま酒を飲んでいる。そしてママは続けた。この人ね、いつも9日に来てたの。お給料日の後でね。男が少し笑った。金が入るとここに来てたんだ。いつもカウンターの一番奥の席で同じ酒を頼んで、ママが作る酒が一番うまかった。ママは少しだけうつむいて言った。この人ね、毎回言ってたの。そして男の方を見た。男も小さくうなずいている。そしてママは静かに言った。もし俺が来なくなったら、毎月9日にここで待っててって。店の空気が急に重くなった気がした。そして俺は聞いた。それで、その人来なくなったんですか？ママは少し黙ってから言った。ええ、来なくなったわ。10年前の9日から。え？事故だったの。仕事の帰りにね。俺はゆっくりと男の方を見る。男は黙って酒を飲んでいる。その時やっと気づいた。男の足元、カウンターの下。床に影がなかったんだ。え？と思って時計を見る。0時9分。日付が変わっていた。3月9日から3月10日になった。その瞬間、カランと音がした。男の持っていたグラスがカウンターの上に落ちた。でも、男は触っていない。ゆっくり男の体が薄くなっていく。霧みたいに。男は消える前にママに言った。もうママ、待たなくていいよ。ママは首を横に振った。待つわ。
どうして？ママは少し笑ってこう言った。だってあなた、今月も来てくれたじゃない。男は少しだけ悲しそうな顔をして、そして消えていった。店の中にはママと俺だけが残った。ママは何事もなかったみたいに、男が座っていた席に新しい氷を入れて酒を作った。そしてその席に置いた。誰もいない席に向かってこう言った。また来月ね。その光景があまりにも普通で、逆にめちゃくちゃ怖かった。そしてママが俺の方を見て言った。お客さん、どうしてこの店に入ってきたの？え？この店はね、来ちゃいけない人も来るのよ。どういう意味ですか？ママは俺の顔をじっと見てこう言った。あなた、毎月9日この道を通ってない？言われた瞬間ゾッとした。そうだ、残業の日はいつもこの道を通る。そして残業が多いのはなぜかいつも9日だ。そしてママはぽつりと言った。やっぱり、あなたも待たれてるのね。え？ママのその一言の意味がわからなかった。え？待たれてるって誰にですか？ママは少し考えてからこう言った。自分で気づいていないのね。そう言ってカウンターの下から古いアルバムを取り出した。パラパラっとページをめくる。昔のスナックの写真、若い頃のママ、店の前で撮った写真、常連客たちの写真、そしてあるページで手が止まった。この人、知ってる？そう言って見せられた写真。そこには若い男が写っていた。黒いスーツで少し笑っている。俺はその顔を見た瞬間、固まった。え？知ってる？いや、でも。それは俺だった。今より少し若いけれど、間違いなく俺の顔だった。え？ちょっと待ってください。これ俺。そう、あなたよ。いやいやいや、俺このスナック来たことないですよ。ママは静かに言った。来てたわよ、何度も。毎月9日に。頭が混乱してきた。いや、俺このスナック知らないし。その時店の奥の壁を見てしまった。そこには白い紙が貼ってあった。新聞の記事だった。会社員男性、帰宅途中に事故。丸月9日深夜、商店街裏通りの階段から転落し死亡。その写真が載っていた。その写真は俺の写真だった。日付は10年前の9日。え？声が出なかった。俺、生きてますよ。ママは悲しそうな顔で言った。いいえ、あなたは生きていないわ。声が出なかった。そして店の時計を指さした。時計はずっと0時8分を指していた。さっき0時9分になったはずなのに。そしてママは言った。この店はね、0時9分になると終わるの。9日が終わるから。あなたたちは9日が終わると帰らなきゃいけないの。あなたたち？俺はその時気づいた。カウンターのガラスに映っているのはママだけだったんだ。そこに俺は映っていなかった。俺は足元を見る。自分の影がなかった。さっきの男と同じだったんだ。頭の中でママの言葉がつながった。
毎月9日だけ店が開く。9日に彼が来る。10年前の9日に事故で死んだ。毎月9日にこの道を通る。来ちゃいけない人も来る。あなたも待たれてる。0時9分になると終わる。俺は時計を見た。0時8分59秒。ママが言った。あなたを待っている人、いるんじゃない？その瞬間俺は思い出した。毎月9日、残業して帰りが遅くなって、この道を通って。俺いつも思ってたんだ。早く帰らないとなって。あいつ待ってるからって。でも、誰を？思い出した。アパート、一人暮らしの部屋。電気つけっぱなしの部屋。テーブルの上のコンビニ弁当。そしてスマホの待ち受け。女の人と俺の写真。それは俺の婚約者だった。俺が死んだ1ヶ月後、後を追って自殺したらしい。毎月9日、俺を待ちながら。そしてママが最後に言った。この店はね、待っている人がいる人だけ見つけるの。時計が0時9分になった。店の明かりが少し暗くなる。そしてママは最後に俺に言った。ほら、帰りなさい。どこに？ママは少しだけ笑った。あなたの待っている人のところよ。そして気づいたら俺は店の外に立っていた。振り返ると店はなかった。赤いネオンもドアも階段も何もない。ただの暗い裏通り。でもポケットに店のマッチが入っていた。そこにはこう書いてあった。スナック暦。毎月9日だけ営業。お待ちしております。待っている人がいる方だけ。その日から俺は毎月9日になるとあの道を通る。そしてあの店を探すんだ。待っている人がいるから。あの店は会いたい人がいる人だけ入れる店だから。あれは3年前の話だ。俺は友人3人と一緒に中古のキャンピングカーで旅行に出た。車を買ったのは健一で、30歳の記念に思い切って買ったらしい。白い大きな車で、後ろにベッドと小さな流し台がついていた。最初の2日間は何もおかしなことは起きなかった。昼は観光して、夜は道の駅に車を止めて、そのまま車の中で寝る。キャンピングカーの中は思ったよりも広くて、大人4人でもなんとか寝られた。3日目の夜、山の中の道の駅に車を止めた。周りは林に囲まれていて、街灯が少なく、夜になるとほとんど何も見えなくなるような、そんな場所だった。その場所に着いたとき、なぜかわからないけれど、あまりいい感じがしなかった。妙に静かだったのを覚えている。風の音も虫の声もほとんど聞こえなかった。その日は疲れていて、日付が変わる前には全員寝てしまった。後ろのベッドに2人、前のシートを倒して2人。俺は後ろのベッドで寝ていた。夜中ふと目が覚めた。最初は理由がわからなかったけれど、すぐに気づいた。車が揺れていたんだ。細かい振動がずっと続いていた。ガタガタガタという揺れと一緒に低い音が聞こえた。それはエンジンの音だった。目を開けたまま俺はしばらく動けなかった。頭が状況を理解するのには時間がかかった。
全員寝ているはずなのにエンジンがかかっている。つまり誰かが運転しているんだ。体を起こして前を見た。薄暗い車内で前のシートに寝ている二人の影が見えた。動いてはいなかった。その向こう、運転席に人影があった。知らない人間だった。背中しか見えなかったけれど、少なくとも友人の誰でもなかった。肩の細い小柄な人間だった。その人は慣れているみたいに静かにハンドルを握っていた。そして山道をゆっくりと曲がっていった。声を出そうとしたけれど、声が出なかった。体もしばらく動かなかった。やがて車は止まり、エンジンが切れた。急に周りがしんと静かになった。気づいたら他の三人も起きていた。誰も何も言わなかったけれど、全員自分たちが変な場所にいることは分かっていた。外に出ると、そこは山の中の細い道路の脇だった。街灯が一本だけ立っていて、その下に車が止まっていた。道路の端に古いガードレールがあった。その向こうは真っ暗で下が見えなかった。ガードレールには古い看板がついていた。この先、事故多発につき注意。看板の下には白い花がいくつも置かれていた。新しい花もあった。その場所を見たとき、初めて来たはずなのに変な感じがした。まるで来たことがあるような気がしたんだ。車に戻ろうとしたとき、後ろの方で音がした。コツンと小さな音だった。キャンピングカーの後ろ、ベッドの下の収納のあたりから何かが聞こえた気がした。だけど気のせいかと思って車に乗り込もうとしたとき、もう一度鳴った。コツン。今度ははっきりと聞こえた。まるで内側から叩いたみたいな音だった。その時俺はなぜかわからないけれど、この車は夜になるとまた動く、そんな気がしたんだ。そしてその予感は外れることはなかった。次の日の朝、俺たちはほとんど会話をしなかった。誰もはっきりとは言わなかったけれど、全員同じことを考えていたと思う。昨日の夜、あの車を運転していたのは誰だったのか、ということだ。俺と健一は運転席に人が座っているのを見ている。でも、亮と匠は前のシートで寝ていた。つまり、あの車の中に俺たち以外の誰かがいたことになる。そんなはずはない、と頭では分かっているのに、昨夜の見た背中のことを思い出すと、どうしても気のせいだとは思えなかった。朝コンビニの駐車場で、車についていたドライブレコーダーの映像を確認することになった。この車は中古で買ったもので、前後にドラレコがついていた。夜の映像を再生していくと、午前2時過ぎ、映像が一瞬だけ乱れた。その直後、止まっていたはずの車が動き出したんだ。山道を走る映像が続いていた。ハンドル操作は不自然なところがなく、迷いもなく、同じ道を何度も走ったことがある人みたいな運転だった。午前2時41分、車はあの街灯のある場所で止まった。そこで、後ろのカメラに人が映った。それは白い服を着た女だった。歩いているというより、地面の上を滑るみたいに動いていた。車の後ろまで来ると、カメラを下から覗き込むみたいにゆっくりと顔を上げた。髪が濡れていて、顔に張り付いていた。だけど目のところだけが黒く見えた。その女が映る少し前の映像を止めてみると、車が動き出す前からもう車のすぐ後ろに立っているのが分かった。俺たちが寝ている間、ずっとそこに立っていたみたいだった。
映像を記録一覧に戻したとき、健一が変なことに気づいた。保存されている映像の一番上に、まだ来てないはずの明日の日付のファイルがあった。壊れているのかと思ったけれど、その映像は再生できた。夜の参道で車が止まっている映像だった。しばらくすると、運転席のドアが開いて誰かが降りてきた。それは俺だった。黒いパーカーと灰色のスウェット。その日、俺が着ていた服と同じだった。映像の中の俺は、ふらふらした足取りで車の後ろに回ってきて、カメラの前で止まった。そして、カメラを見上げて口を動かした。音はほとんど聞こえなかったけれど、何度か再生して言葉だけは分かった。まだ一つ足りない。その後、俺は暗い林の方へと歩いて行った。少しして、ガードレールがきしむ音がして映像は終わった。そこまで見て、俺は急に変なことを思い出した。この車で寝る場所を決めた時のことだ。後ろのベッドは二人しか寝れないから、誰が後ろで誰が前かを決めた。じゃんけんをして、後ろが俺と健一、前が亮と匠になった。そこまでははっきりと覚えている。でも、その時のことを思い出しているうちに、どうしてもおかしな感じがしてきた。最初、ベッドのところに座って4人で酒を飲んでいたんだ。その光景も覚えている。でも、どうしても引っかかるんだ。あの狭いベッドのところにもう一人いた気がする。だけど誰だったのか顔が思い出せない。声も思い出せない。でも確かにもう一人いて、5人で座っていた気がする。それを思い出した瞬間、後ろの方で音がした。コツンと、ベッドの下の収納の方からだった。そしてしばらくして、もう一度鳴った。今度ははっきりと内側から叩く音だった。その音を聞いたとき、俺はなぜかドラレコの映像の中の言葉を思い出していた。まだ一つ足りない。その言葉が頭の中で何度も繰り返されていた。その日の夜、俺はほとんど眠れなかった。全員昨日と同じ車の中で寝ることになった。本当はもう車を降りて帰りたかったけれど、山の中で車を置いて帰るわけにもいかなかった。電気を消して横になって目を閉じてもまた夜中に車が動くんじゃないかと思うと眠った気がしなかった。どれくらい時間が経ったのかわからないけれど、ふとあの振動が体に伝わってきた。ガタガタガタという細かい揺れ、低いエンジンの音。やっぱりだと思った。目を開けたけれど体を起こすのが怖くてしばらくそのままでいた。でもやがて車が右に曲がる感覚がしてゆっくりと体を起こして前を見た。運転席にはやっぱり誰か座っていた。暗くて顔は見えない。でも前の日に見た背中と同じだったんだ。肩の細い小柄な人間。車は山道をゆっくりと走っていった。カーブを曲がるたびに窓の外にガードレールが見えた。そしてしばらくして車は止まった。またあの場所だと分かった。街灯が一本だけ立っている場所。エンジンが止まって静かになった。その時頭の中に急に思い出が浮かんできた。この車を受け取った日のことだった。中古車屋の駐車場で俺たちはこの車の前で写真を撮った。通りかかった人に頼んで4人で並んで写真を撮ってもらったんだ。だけど写真を撮り終わった後、その人が言った。いいですね、そのキャンピングカー。深く帽子をかぶった人だった。男か女かわからないような
静かな人だったんだ。こういうので旅行してみたかったな。するとその時、誰かが冗談で言った。じゃあ、一緒に行きますか？みんな笑っていたと思う。そしてその人は少し黙ってから、本当にいいんですか？と静かに言った。そこで記憶が途切れているんだ。でもさっき思い出した。俺たち、あの人を車に乗せたんだ。冗談のつもりだったのか、本気だったのかはわからない。でもあの人は後ろのベッドのところに座って、俺たちと一緒に酒を飲んでいた。だけど、顔が思い出せない。声も思い出せない。でも、そこに座っていた光景だけは思い出せた。車の外でガードレールがきしむ音がした。その音を聞いた瞬間、俺は分かってしまった。ドライブレコーダーの映像の中で俺が言っていた言葉。まだ一つ足りない。あの事故の記事を昼間に健一のスマホで見ていた。3年前にここでキャンピングカーが崖下に落ちて5人亡くなった事故。そして遺体の1人は後ろの収納から見つかったと書いてあった。5人。でも俺たちは4人だと思っていた。そして後ろで音がした。コツン、コツンとベッドの下の収納の中からだった。俺はその時、なぜか怖いというより、やっとわかったという気持ちの方が強かった。この車は毎晩ここに来る。事故のあった時間に同じ道を通って同じ場所に止まる。そして5人にしようとしている。コツン、コツン。そして収納の中から小さな声がした。まだ1人足りないよ。その時に気づいた。足りない1人ってあの人じゃない。俺なんだ。なぜそう思ったのかはわからない。でも思った瞬間、体が勝手に動いた。ドアを開けて外に出る。夜の山は静かだった。街灯の光の下に白い花が並んでいる。ガードレールの向こうは真っ暗だった。そして後ろで車のドアが閉まる音がした。振り返るとキャンピングカーの中に人影が見えた。運転席に1人、後ろのベッドに2人、収納のあたりに1人。ちょうど5人になる。そしてエンジンがかかった。車はゆっくりと動き出して、俺を残して暗い道の方へと走っていった。その時不思議なことを思った。ああ、これで人数があった、と思ったんだ。それからしばらくしてニュースで事故を知った。鳴沢峠の旧道でキャンピングカーが崖に落ちた事故。乗っていたのは5人。そのニュースを見たとき、どうしてかわからないけれど、懐かしい場所のことを思い出すみたいな気持ちになった。そしてこう思った。また、誰か乗せなきゃいけないな、と。そのロケは樹海の近くで行われた。番組の企画で山道を歩きながら自然を紹介するという内容で、心霊とは全く関係のない普通の撮影だった。俺はその番組に呼ばれたタレントで、朝からスタッフと一緒に山へ入り、カメラを回しながら歩いていた。遠くには樹海が広がっていると聞かされていたが、撮影場所はあくまで山道の途中で、樹海そのものに入ることはないと説明されていた。スタッフも多く、カメラマンや音声さん、それに俺のマネージャーも近くにいたので、特に怖いと思うような空気もなく、撮影は終始和やかな雰囲気で進んでいた。
森の中は静かだったが、鳥の声が聞こえ、風も少し吹いていて、普通の山の撮影という感じだった。途中で休憩を挟みながら何本かコメントを取り、山道で歩くシーンも撮影して、昼過ぎには予定していたカットはすべて終わった。スタッフが機材を片付けている間、俺は少し離れた場所で山の奥を眺めていた。遠くに広がる森の中は、さっきまで歩いていた場所よりもずっと暗く見え、その奥に樹海があるんだと思うと、なんとなく近づきたくない雰囲気を感じた。その時背後からマネージャーが声をかけてきた。もう車を出すので戻ってきてください。と言われ、俺はそのままスタッフのところへ戻り、全員で車に乗り込んで山を降りた。ロケはそれで終わりだった。その日の夜も特に変わったことはなく、疲れていたこともあって家に帰るとすぐに眠ってしまった。異変が起きたのはその数日後だった。夜中に目が覚めた瞬間、体が全く動かないことに気づいた。手も足も動かず、声も出ない。胸の上に重たいものが乗っているような感覚があり、呼吸もしづらかった。これはいわゆる金縛りだと気づいたが、それまで一度も経験したことがなかったので、最初はかなり焦った。目だけは動くので、部屋の中を見回していたが、暗い天井が見えるだけで、特に変わったものはなかった。しばらくすると、体はゆっくりと動くようになり、金縛りはそのまま自然に解けた。その時は、疲れていてからだろうと思っていたんだ。だがその夜を境にして、同じことが何度も起こるようになった。最初の金縛りは、ただ疲れていただけだと思っていた。ところが次の日の夜も、また同じことが起きたんだ。眠っていたはずなのに、突然意識だけがはっきりして、体が全く動かなくなる。手も足も動かず、声も出ない。胸の上に重たいものが乗っているような感覚があり、呼吸をするのも苦しかった。目だけは動くので、部屋の中を見回してみるが、暗い天井と壁しか見えない。誰かがいるような気配はないのに、体は全く言うことを聞かなかった。しばらくすると、自然に体が動くようになり、金縛りはそのまま解けた。その時はまだ寝不足や疲れのせいだと思っていた。だが同じことが何日も続くと、さすがに気味が悪くなってくる。夜になると、またあれが来るんじゃないか、という不安が頭に浮かぶようになり、布団に入ってもなかなか寝つけなくなった。そしてある夜、また同じように金縛りが起きた。体が動かない状態のまま天井を見上げながら、またかと思った瞬間、なぜか急に腹が立ってきた。ここ最近ずっと続いていたので、怖いというよりも、いい加減にしてくれという気持ちの方が強くなっていた。そこで思いっきり力を入れて体を起こそうとした。すると次の瞬間、体が急に軽くなった。そのまま上半身を起き上げた。今まで何をしても動かなかったのに、その時だけはあっさりと金縛りが解けたんだ。だが体を起こしたまま、しばらく部屋の中を見回していると、急に怖くなってきた。もしまた動けなくなったらどうしよう、と思い、スマホを手に取ってマネージャーに電話をかけた。こんな時間に迷惑だと思ったが、どうしても一人でいるのが不安だった。電話に出たマネージャーに事情を説明し、怖いから一緒にいてほしいと頼むと、少し驚いた様子だったが、すぐに行きますと言ってくれた。それからしばらくしてマネージャーがうちに来てくれた。俺はその安心感でようやく落ち着き、そのまま布団に入り、気がつくと深く眠っていた。だがその翌日から今度は別の異変が起き始めた。その朝起き上がろうとしたとき、足に妙な違和感を覚えた。両足が重く、靴下がきつく感じる。なんだろうと思ってみると、
足首からふくらはぎまでがはっきりとわかるほどむくんでいた。最初は寝方が悪かったのかと思った。だが時間が経っても腫れは引かず、むしろ夕方になる頃にはさらにひどくなっていた。歩くと足が重く、階段を登るのも辛かった。触ってみると、まるで水が溜まっているような感覚だった。俺はさすがにおかしいと思い、マッサージ店に行って足をほぐしてもらったが、その日は少し楽になった気がしただけで、次の日になるとまた同じ状態に戻っていた。その後も、整体やマッサージをいくつか回ったが、原因はわからず、むくみは全く良くならなかった。日が経つにつれて、足の重さは少しずつ増しているような気がして、歩くたびに嫌な感覚が残るようになった。不安になった俺は母親に電話をして事情を話した。すると母は少し考えてから、知り合いに腕のいい整体師がいると言い、その人なら一度見てくれるかもしれないと言って連絡先を教えてくれた。俺は予約を取り、数日後にその整体師へ向かうことになった。古い一軒家のような建物で、看板も小さく、普通の整体院というよりは個人の家のような雰囲気だった。玄関の前に立ち、軽くノックをしてからドアを開けた瞬間だった。中にいた整体師が、こちらを見るなり突然大きな声を出した。入るな。あまりにも突然のことだったので、俺はその場で立ち止まってしまった。何が起きていたのか理解ができず、ただ入り口の前で固まっていると、整体師はじっとこちらを見ながら、ゆっくりと近づいてきた。そして俺の足元を見たまま、低い声でこう言った。兄ちゃん、変なもん連れてきたな。突然そんなことを言われ、俺は意味がわからずその場に立ったまま固まってしまった。整体師は玄関のところまで来ると、しばらく俺の足元を見つめたまま動かなかった。やがて小さく息を吐きながら、心当たりはないのかと聞いてきた。俺は何のことを言っているのか理解ができず、とりあえず最近の体調のことを説明する。すると整体師は首を横に振りながら、そういうことじゃないという。どこかおかしな場所に行ったかと聞かれたので、心霊系の仕事は NG にしているから、そういうところには行っていないと答えた。しばらく考えてから、樹海の近くでロケをしたことを思い出し、その話をすると、整体師はすぐにうなずいた。やっぱりそこだな、と言いながら、もう一度俺の足を見る。そして静かな声で言った。そこには何人もいる。お前の両足を掴んでいるんだ。背中に冷たいものが走った。冗談を言っているような様子ではなく、本気で言っている顔だった。その言葉を聞いた瞬間、数日前の夜のことが頭に浮かんだ。あの時マネージャーに電話をして、うちに来てもらったはずだ。もし何かあったとすれば、あの夜かもしれないと思い、その場でスマホを取り出してマネージャーに電話をかけた。電話に出たマネージャーに、あの日、一緒に家に来てくれたよねと聞いてみた。すると少し間があってから、不思議そうな声が返ってきた。え？何の話ですか？金縛りが怖くて電話をした夜のことだと説明すると、マネージャーははっきりした声で言った。そんな電話は受けていないし、その日は一度も外に出ていないですよ。その言葉を聞いた瞬間、頭の中が真っ白になった。ではあの夜、俺の部屋で一緒に寝ていた人は誰だったのか。その時整体師がぽつりとつぶやくように言った。そりゃそうだろう。お前の足を掴んでる連中の中に一人だけ違う奴がいる。そいつは足じゃなくて、最初からお前の横に寝てたんだ。その言葉を聞いた瞬間、あの夜の記憶がはっきりと思い出された。布団の隣にいたマネージャーは、ずっとこちらに背中を向けたままで、
一度も顔を見せなかった。そして夜中に目が覚めたとき、隣の布団は空になっていた。その時は先に帰ったんだと思っていた。だが今になって考えると、一つだけどうしても思い出せないことがある。あの夜、家のドアを開けて入ってきた音を俺は一度も聞いていなかった。これは俺が小学生の頃の話だ。夏休みになると毎年祖母の家に預けられていた。祖母の家は山の奥の小さな村にある。店もない、コンビニもない。夜になると虫の音しか聞こえないような場所だった。その村には一つだけ有名な祭りがあった。送り祭り。毎年夏の終わりに行われる祭りだ。でも普通の祭りとは少し違う。みこしもない、屋台もない。夜に村の人たちが山へ歩いていくだけの祭りだった。子供の頃、俺はそれを見たことがある。みんな白い服を着て静かに山へと向かって歩く。太鼓もない、音もない。ただ列だけが続いていた。その中に一人だけ子供がいる。いつも同じだった。白い着物を着た子供が列の真ん中に立っている。そしてその子供は必ず顔を白い布で隠している。子供の頃、俺は祖母に聞いてみた。あの子、誰？祖母は少し黙ってから言った。子供役だよ。送り祭りには毎年一人だけ子供が選ばれる。村の子供の中から順番で決まるらしい。その子供は山の途中まで一緒に歩く。そしてある場所で止まる。そこから先は大人だけが山に入る。祖母はそれ以上説明しなかった。ただ一つだけ言った。夜は外を見ちゃいけないよ。祭りの時は特にね。その年の夏、俺は祖母の家でいつものように過ごしていた。川で遊び、虫を捕まえ、夜は早く寝る。何も変わらない夏だった。でも祭りの3日前、村の集会所に呼ばれた。祖母と一緒に行った。村の大人たちがみんな集まっている。俺が入ると全員がこっちを見た。その中の一人がこう言った。今年の子供役が決まった。そして俺を指さした。この子だ。祖母の顔がその瞬間固まった。その場の空気は静まり返っていた。俺は何を言われているのか最初はわからなかった。ただ、村の大人たちがみんな俺を見ている。祖母がすぐに言った。待ってください。声が少し震えていた。この子は村の子供ではありません。集会所の奥にいた年配の男が答えた。今年は人数が足りない。それだけだった。村の子供が減って順番が回らなくなったらしい。そして今年、村にいる子供は俺しかいなかった。祖母は何か言おうとしていた。でも、周りの大人たちはもう決まった顔をしていた。そしてその男が言った。子供役は山の途中までだ。危ないことはない。祖母は黙った。しばらくして小さく言った。わかりました。帰り道祖母はずっと黙っていた。そして家に着いてからやっと口を開いた。祭りの時はな、絶対に後ろを見てはいけないよ。それだけを言った。俺は聞く。なんで？祖母はすぐに答えなかった。そして少し考えてから言った。
見ると連れて行かれるのよ。その言葉の意味はよくわからなかった。そして祭りの日はすぐに来た。その日の夜だった。村の人たちはみんな白い服を着ている。俺も同じだった。白い着物を着せられ、頭から布をかぶせられた。前は少しだけ見える。でも周りはほとんど見えない。外に出ると村の人たちがもう並んでいた。静かな列だった。誰も喋らない。ただ山の方へと歩き出す。砂利道を歩く音だけが続いていた。やがて参道に入る。暗い道だった。光は月の光だけ。その時列の後ろから足音が聞こえた。俺たちの列の音ではない。もう一つ別の足音。ザッ、ザッ、ザッと誰かが列の後ろをついてきていた。俺は思わず振り向きそうになった。その瞬間、前を歩いていた祖母が小さく言った。見ちゃダメ。声は小さかった。でもはっきりと聞こえた。その直後、後ろの足音が急に増えた。ザ、ザ、ザ。一人ではない。何人もいる。しかも息をしていないんだ。ただ足音だけが続いている。後ろの足音はどんどん増えていった。俺たちの列の後ろにもう一列ができているみたいだった。でも誰も振り向かない。村の人たちは前だけを見て歩いている。祖母も同じだった。ただ歩きながら小さく言った。聞こえても無視しなさい。絶対に振り向いてはいけないよ。その時後ろから声が聞こえた。低い声だった。待ってくれ。知らない声だった。少しだけ間が空く。そしてまた聞こえる。置いていくな。俺は思わず足を止めそうになった。その瞬間、祖母の手が強く俺の腕を掴んだ。歩いて。祖母は振り向かずに言った。参道はどんどん暗くなっていく。木が増えて月の光も届かない。その時後ろの声が変わった。今度は知っている声だった。おーい。父の声だった。はっきりと聞こえる。帰ろうぜ。もういいだろう。俺は驚いた。父はこの村にはいない。町で働いている。ここにいるはずがないんだ。それでも声はすぐ後ろから聞こえてくる。振り向けよ。俺だよ。父さんだ。その瞬間、後ろで誰かが地面を踏み外した音がした。ドサッと誰かが転んだみたいだった。その後笑い声が聞こえた。低い声。何人もいる。その声はどんどん近づいてきた。足音がすぐ近くまで来ている。その時、前を歩いていた村の男が手を挙げた。列が止まる。そこは山の途中だった。道の横に小さな石の祠があった。祖母が言う。ここまでよ。子供役はここで止まる。祖母は俺の肩を掴んだ。そして小さく言った。ここから先は子供は行ってはいけないの。あなたはここで待って。俺は驚いた。え？一人で？祖母は答えなかった。ただゆっくりと言う。後ろは見ちゃいけないよ。そして村の人たちはそのまま山の奥へと歩いていった。列が消えていく。やがて俺は一人になった。その瞬間、後ろの足音がすぐ真後ろで止まった。俺の後ろで足音が止まる。ザッという音の後、完全な静けさになった。山の中は真っ暗。
月も見えない。聞こえるのは自分の呼吸だけだった。祖母に言われた言葉が頭に残っている。後ろを見ちゃいけないよ。それだけだった。でも気配はすぐ後ろにある。誰かが立っている。それがわかる。息は聞こえないし動きもしない。ただそこにいる。しばらくして足音が一つ聞こえた。ザッと、俺のすぐ後ろで誰かが一歩動いた。その後低い声がする。やっと来た。知らない声だった。でもどこか嬉しそうだった。その声の後、また別の声がした。今年は一人か。さらに別の声。久しぶりだな。俺はその時気づいた。後ろには一人じゃない。何人もいる。足音が増えていく。まるで列ができているみたいだった。その時山の奥から明かりが見えた。村の人たちが戻ってきた明かりだった。そして祖母の声が聞こえる。終わったよ。その瞬間、俺の後ろの足音が全部止まった。そして何人もの声が同時に言った。また来年だ。その後気配が消えた。祖母たちが戻ってきて、俺の肩を掴んで言った。よく振り向かなかったわね。俺たちはそのまま村へ戻った。それで祭りは終わった。俺はそれ以降その村には行っていない。ただ大人になってから祖母に聞いたことがある。あの祭りって一体何だったの？祖母は少し黙ってから言った。あれはね、山の奥にいる奴らを山から出さないための祭りなの。昔山の村が消えた時、その人たちは山の中に残った。それ以来毎年一度、山の途中まで子供を迎えに行かせる。そうすると、山の奥にいる者たちはそこまでしか来ない。それ以上、降りてこない。祖母は最後に言った。でもね、もし子供役が振り向いたら、その列はそのまま村まで降りてくるの。それを聞いて俺は背筋が冷えた。なぜなら、その祭りは今も続いている。そして今、村には子供がいない。だから毎年、外から来た子供が子供役に選ばれているらしい。火葬場のあの光景は、時間が経っても頭から消えなかった。思い返すたびに胸のあたりがじわっと冷えていく。あれは祖母を送った日のことだった。式が終わり、火葬炉の前に家族が並んでいた。薄暗い廊下の奥に炉があり、そこだけ空気が重く沈んでいるようだった。壁に反射する赤い光が揺れ、静かな度胸の声だけが響いていた。職員が合図を送り、炉の扉がゆっくりと開いた。金属の軌道が擦れる音が長く伸び、その度に空気がひんやりとする。祖母の棺が台の上で待っている。家族は静かに頭を下げた。そこで俺はある違和感に気づいた。火葬炉の前、家族が並ぶ列のちょうど端、そこに見知らぬ子供が立っていたんだ。年齢は多分小学校低学年くらい。服はくすんだ色のパーカーで、髪の毛は肩のあたりで切り揃えられている。親戚にこんな子はいない。参列者にもいなかった。なのにその子は炉の前で笑っていたんだ。細い唇をゆっくりと引き上げ、小さな歯を見せながらこちらをじっと見ている。目だけが異様に動かない。俺は最初、
誰かの家族が間違ってここに来たのかと思った。だがそんな間違いで済む雰囲気ではなかった。祖母の棺が炉へ押し込まれ、扉が閉まる。度胸の声が止まり、職員が小さく頭を下げた。その時だった。笑っていた子供が炉の扉へまっすぐと近づき、頭を傾けた。まるでその中を覗こうとするみたいに。俺は思わず周りを見た。しかし家族は誰も気づいていなかった。隣にいた母ですら、視線は職員へ向けられたまま、子供の姿なんて見えていないようだった。次の瞬間、子供がゆっくりと振り返った。目があった。その目はまるで黒い穴みたいに奥が見えなかった。笑いながらまっすぐ俺の方へ歩いてこようとした。俺は動けなかった。何か言おうとしても喉が塞がったみたいで声が出なかった。その時、火葬炉の奥から金属を叩くような音が響いた。ガン、ガン。家族が一斉に振り返る。同じ瞬間、子供の姿だけがふっと消えた。まるで最初からいなかったかのように。ただ炉の前の床に小さな濡れた足跡だけが残っていた。それを見たとき、胸の奥がじわっと冷えていった。あの子供は俺に気づいていた。子供の姿が消えた後も、火葬炉の前には明らかに異様な空気が残っていた。家族は金属音を不思議がっていたが、あの足跡には誰も触れなかった。見えていなかったからだ。濡れた足跡は小さな靴の形ではなく、裸足の形だった。5本の指がくっきりと残り、炉の前で止まっている。まるで、ここにいた、と示すように。俺だけがその痕跡を見つめていた。式場のスタッフが、建物の振動による音かもしれません、と説明をしたが、そんな軽い話には聞こえなかった。家族は火葬が終わるまで控室で待つことになり、俺もその列に並んだ。控室に入った瞬間、背中に冷たい視線のようなものを感じた。反射的に扉の方を振り返ったが、誰もいない。ただ廊下の奥の暗がりに、一瞬だけ小さな影が揺れた気がした。気のせいだと思いたかった。けれど、胸の奥のざわつきは強くなるばかりだった。火葬が終わり、骨上げの時間になった。案内された部屋に入ると、白い骨壺の横に祖母の遺骨が並べられていた。家族が箸を持ち、順番に骨を拾っていく。その時また、あの気配がした。部屋の隅、誰もいないはずの空間に子供が立っていた。さっきと同じ、笑ったままの顔。肩までの髪、くすんだパーカー。そして俺をじっと見ている。心臓の鼓動が耳の奥まで響くほど速くなった。家族は誰も気づいていない。おじが、こっちの骨を持って、と俺に声をかけた瞬間、子供がゆっくりと動いた。骨の並ぶ台へと近づいていく。その足取りは音もなく滑るようだった。そして祖母の遺骨の前で止まった。俺は息を飲んだ。子供が手を伸ばしたからだ。小さな指先が祖母の足の骨あたりへ触れようとした。その瞬間、部屋の照明が一度だけ弱くなり、薄暗い影が広がった。家族がざわつく。あれ？電気の調子が、と誰かが言った。だが、俺は照明よりも足元に目を奪われた。子供の影が一本多かった。子供の影と、そのすぐ後ろに背の高い大人の影が重なっていた。大人の影は
子供のものではない。形が祖母のそれに近かった。ただ歪んでいる。そしてその影は子供と同じ動きをしていた。子供が祖母の骨へ触れたとき、影のもう一つも骨へ伸びていった。見てはいけないものを見ている感覚がした。冷たい汗が背中を流れる。だが次の瞬間、影はふっと消えた。照明が戻り、子供の姿もいなくなっていた。だがただ一つだけ変わっていた。祖母の骨の中で一つだけ湿っている骨があった。まるで誰かが触ったばかりのように。湿った骨を見た瞬間、体のどこかが冷えるというより止まる感覚になった。俺だけが見たことも、俺だけが気づいていた足跡、そして祖母の骨に残った湿り、それらが一本の線につながってしまった。あの子は最初から俺にだけついてきていた。骨上げが終わり、骨壺を係員へ渡して部屋を出る準備をしていた時だった。控え室へ向かう廊下の奥から小さな笑い声が聞こえた。俺は立ち止まった。家族は気づかずに歩き続ける。ただ廊下の明かりの境目にうっすらと子供の影が立っていた。笑っている。廊下の向こうで肩を揺らしながら声を殺すように笑っている。俺は足が動かなくなった。その影はゆっくりとこちらへ伸びるように感じた。だがその時、係員が骨壺を運ぶワゴンを押して横を通り過ぎた。その振動で視界が揺れた瞬間、影は消えていた。安堵する暇もなく係員がこう言った。失礼ですが、先ほど骨を並べた際に少し気になることがありまして。俺の心臓が大きく跳ねた。おばあさまの骨の列に小さな子供の足の骨が一つだけ紛れていたように見えたんです。胸の奥が凍る音がした気がした。もちろんこちらの勘違いかもしれません。ただ湿っていたので触られたのかなと。その瞬間俺は悟った。あの子は祖母の仮装に紛れ込んだんではない。炉の向こう側から出てきたんだ。家族が外へ向かう中、俺は最後尾を歩いていた。出口の自動ドアが開き、冷たい外気が流れ込んでくる。その風に混じって足元から濡れた音がした。俺はゆっくりと下を見た。濡れた小さな足跡が俺の足元に並んでいた。さっきまでなかった足跡が横に寄り添うようについていた。そしてその足跡は出口の外へ向かって続いていた。外へ出るとアスファルトの上にも同じ濡れた足跡が街灯に照らされていた。まるで俺と一緒に帰ろうとしているみたいに。家族は誰も気づかない。足跡はどんどん伸びていき、俺の影と重なった。その影の上でかすかに笑い声がした。帰ろう。聞こえた。はっきりと俺の耳元で。逃げようとしても足跡は俺の歩幅に合わせてぴったりとついてくる。俺が連れてきたんではない。あの子が俺を選んだんだ。葬式の日を境に夜道を歩くと必ず後ろで濡れた足音がする。ペタ、ペタッと。まるで火葬炉の前で笑っていたあの子が今も隣で歩いているみたいに。あれは俺が中古車販売店に入って3年目の頃だった。名義変更の手続きなんて数をこなせばなれる。多少の不備があっても書類を整えれば問題なく進む。そのはずだった。あの日店に入ってきたのは黒のステーションワゴン。
塗装は綺麗で走行距離も少ない。なのに、どこか使われていない匂いだけが車体から漂っていた。持ち込んだのは若い夫婦で、事情を聞くとこう言った。親戚が急に手放したくなったらしくて、名義変更だけお願いしたいんです。理由を聞いてもはぐらかされ、夫婦は必要書類だけ置いて帰っていった。ただ車のドアを閉めるとき、奥さんが一瞬だけ車内の後部座席を見て固まったのが気になった。その視線の先には何もなかった。ただのシートだ。それなのに妙な居心地の悪さだけが残っていた。書類を持って事務所へ戻り、通常通り名義変更の入力を始めた。前の所有者欄に記載された名前を打ち込み、車体番号を確認し、最後にシステムへ送信する。その瞬間画面に赤いエラーが出た。この所有者は登録できません。原因不明のエラーは珍しくない。ネットワークが弱い時や書類の微妙な不整合があればこういう表示は出る。だが不思議なことに詳細エラーの部分が空白だった。理由が何も記されていない。再度送信しても同じ表示。別端末でも同じ。車体番号の入力をやり直しても変わらなかった。まるでこの名前だけを受け付けないように拒否している。嫌な気配を感じながらも念のため車検証の前の所有者を確認した。そこには丁寧な筆跡で一人の男性の名前が書かれていた。ただその名前を見た瞬間、背筋に冷たいものが走った。午前中、夫婦が帰る直前に言い残した言葉が頭に浮かんだからだ。この車、早く手放した方がいいって、あの人がずっと言っていたんです。あの人は誰なのか、なぜそんなことを言ったのか。そう考えていると、不意に事務所の奥から風が抜けたような音がして、書類の束が一枚だけ裏返った。それは、名義変更用の2条。書きかけの欄に薄く汚れた指の跡がついていた。人が触った跡ではなかった。紙の上に水滴が落ちて乾いたような輪郭のぼやけた跡。その指の跡がちょうど所有者の欄を隠すようについていた。紙に残った指の跡が気になり、事務所の明かりを少し落として角度を変えて見てみた。乾いた跡のはずなのに、光が当たると濡れているように見える。まるで、ついさっき触られたばかりのようだった。ゾワッとして手を引っ込めた瞬間、店の奥でピッと音がした。車のスマートキーを押した時になる、あの確認音に似ている。だがキーは俺のデスクの上に置いてある。裏口へ向かうと、黒いステーションワゴンのハザードが一度だけ点滅した。暗い整備場にぼんやりとオレンジの色の光が広がる。誰も近づいていない。鍵も触っていない。なのに車だけが自分の存在を伝えるみたいに光った。嫌な感覚を抱えたまま車内の確認をするためにドアを開けた。シートには何もない。ただ奥の後部座席だけが妙に沈んで見えた。乗っていないのに誰かが座った後のように中心が少しへこんでいる。ライトを当てるが汚れや破れはない。それなのにシートの布だけが少し湿って光っていた。目を凝らして触れようとした瞬間、トンと後部座席のどこかで小さく叩く音。人が指で軽くシートを触ったようなごく弱い音。背中に冷たい汗が流れた。視線を座席の足元へゆっくりと下ろす。そこで見えた。マットの手前に濡れた裸足の跡が片方だけポツンと残っていた。子供でも大人でもない、大きさのよくわからない形。踏み出した直後のように輪郭がくっきりとしていた。
思わず後ずさり外へ飛び出した。心臓が胸の奥で鳴り続け、手が震えてドアを閉めることさえうまくいかなかった。深呼吸をして事務所へと戻り、もう一度名義変更の入力を試すことにした。原因を突き止めない限り、この車は販売もできない。デスクに戻り、端末を開き、所有者欄にさっきの名前を入力し直す。指が触れるたび、さっきの濡れた跡が頭から離れない。送信ボタンを押す。エラー音が鳴り、画面が真っ赤になった。だが今回は表示が違っていた。この所有者はすでに抹消されています。抹消という言葉は通常は廃車の意味だ。所有者が個人の場合、この表記は絶対に出ないはず。なのに画面の下にはさらに不可解な表示が続いていた。データ照合不可、記録に存在しません。前の所有者が存在しない。そんなことはありえない。車検証にも任意状にも名前は確かに記されている。俺が混乱していると、隣の端末が勝手に起動した。誰も触っていないのにカーソルが動き、検索欄にゆっくりと文字が入力されていく。前の所有者。まるで誰かが調べろと指示しているみたいだった。検索欄に勝手に入力された前の所有者という文字。背中が冷たくなるのを感じながら、俺は仕方なく検索ボタンを押した。数秒の読み込みの後、画面には一行だけ表示された。該当人物なし。それだけ。住所の記録も生年月日も過去の所有者も出てこない。まるで最初から誰もいなかったみたいに。だが次の瞬間、画面が勝手にスクロールし、別の欄が開かれた。住民情報でも保険履歴でもない。自己記録。そこには一件だけ薄い灰色の文字でこう記されていた。死亡、車内にて発見。状況、後部座席にて固定姿勢。搬出困難のため車体一部切断。発見時、衣服及び皮膚の一部は濡れた状態。後部座席という言葉を見た瞬間、脳裏にあの一つだけ残った裸足の跡が浮かんだ。あの湿り気、あの沈んだシート、すべてがつながってしまった。息を整えようとしたとき、突然事務所のドアが勝手に開いた。風は吹いていない。外に誰もいない。なのに、ドアはゆっくりと誰かが押すように開いていく。その隙間から何かが床に落ちた。水滴だった。一つ、また一つと、ぽたりと落ちて円を作る。その円はまるで足跡が近づいてくる形で並んでいく。俺は立ち上がり後ずさった。視界の端で落ちる水滴が左右に揺れながら進むのが見えた。後部座席のあれがここに来ている。そう理解した瞬間、事務所の照明がふっと消えた。真っ暗になり、足音も息遣いも聞こえない。その代わりに、耳元で濡れた布同士が擦れるような音がかすかに響いた。次の一滴が俺のすぐ足元に落ちた。明かりが戻った時、床にははっきりと裸足の跡が2つ。俺の足と向かい合うようにまっすぐ並んでいた。動けずに固まっていると、デスク上の端末が勝手に操作され、名義変更画面が開かれた。入力欄が一つずつゆっくりと埋まっていく。所有者名の欄に前の所有者の名前が勝手に入力された。エラーを繰り返していたはずのシステムが今度は何の警告も出さず最後の確認画面へ進んだ。そして画面に白い文字でこう表示された。
名義変更完了。心臓が凍りつく。これは生きている人の名義変更ではない。車は元の所有者へ戻っただけだ。事務所の奥からたった一度だけ軽い音が聞こえた。後部座席で聞いたあの音と全く同じだった。夜勤明け、眠気をごまかすために山の外れの旧道を走っていた。早朝の薄暗さがまだ残る時間で、霧が低く垂れていた。あの廃病院の前を通るつもりなんてなかったのに、気づいたらハンドルが自然とその旧道に向いていたんだ。理由はわからない。ただ霧の切れ間から白い建物の輪郭が浮かんだ瞬間、胸の奥がざわついた。なんでこんな道を選んだんだろう。そう思って速度を落とすと、建物の正面玄関が見えた。10年以上前に封鎖されたはずで、当然人なんているわけがない。にもかかわらず、自動ドアがスッと開いた。まるで誰かが今まさに出てこようとするかのように、左右に滑って静かに止まった。車内に冷気が入り込んだ気がして、思わず窓を閉める。その時、玄関の向こう側は真っ暗で、照明なんてついていないはずだった。なのに、開いた自動ドアの奥に、ぼんやりと薄い光が見えた。蛍光灯の光ではない。もっと、病室の非常灯みたいな弱々しい光。俺はそのまま通り過ぎようと軽くアクセルを踏んだ。けど視界の端で自動ドアが俺の車の進行に合わせて開いたままこちらに向いてくる。建物は当然動いていない。それなのに自動ドアの開口部だけが俺を正面に捉え続けているように感じた。背筋が冷たくなる。気のせいだ。自分にそう言い聞かせながら前だけ見て走った。でもルームミラーの中でありえないものが映ったんだ。まだ自動ドアが開いている。今の距離なら完全に見えなくなるはずなのに、ミラーの中だけで玄関が追いかけてきているんだ。俺は思わずブレーキを踏んで止まった。呼吸も速くなる。ミラーをもう一度ゆっくりと確認した瞬間、心臓が凍った。玄関の奥、非常灯みたいな光の中に、患者服のような白い影が首だけをこちらに向けて、斜めに傾いていた。目を細めたら終わる気がして、すぐに前を向いてアクセルを踏み込んだ。エンジンの音がやけに頼りなく聞こえる。なんで開いた？誰が出てこようとしてたんだろう。そんな疑問を振り払うように、霧の中を抜けるまで決して振り返らなかった。霧を抜けてしばらく走った頃、ようやく呼吸が落ち着いてきた。だが、胸のざわつきは消えなかった。ミラーに映ったあの白い影、首を傾けていた角度が不自然に記憶へ焼き付いて離れなかった。気のせいじゃねえよな。自分でつぶやいた声が震えていた。国道に戻ってからも奇妙な違和感が続いた。窓の外を流れる景色の中、電柱の影が何度も同じ形でよぎる。まるで同じ場所を走っているような感覚が続いた。道は間違えていないのに、どこか現実味が薄かった。そんな状態のまま走っていると、不意にカーナビが勝手についた。電源は切っていたはずだ。目的地設定もしていない。しかし画面には見覚えのある細い青い線が浮かび上がった。廃病院までのルート。指先が冷たくなる。なんで
戻るルートなんだよ。ナビの音声案内は流れない。ただ画面が執拗に戻れというかのように点滅だけを繰り返す。思わずナビを叩くと今度はスピーカーから音が鳴った。医療機器の心拍音。あの音は明らかに車の装置じゃない。耳を塞ぎたくなるほどの不気味な電子音が車内に満ちて徐々に速く乱れていった。最後の長い電子音が耳をつんざいた瞬間、ナビの画面に文字が浮かんだ。すぐに戻れ。喉がひっくり返りそうになった。とっさに画面を覆い隠すようにナビを手で押さえて電源ボタンを連打した。やっと画面が暗転し、心拍音も消えた。車内に静寂が戻ると、さっきまでの音が幻聴だったのではないかと思うほど静かだった。だがその直後、車体の後方からコツンという小さな衝撃が伝わった。鳥でも当たったか？そう思いたかった。しかしバックミラーを見ると、霧の中の道には何もいない。何も動いていない。それなのにもう一度、コツン。今度ははっきりと物が当たった感触。後部バンパーを誰かが軽く叩いているみたいな生々しい振動だった。心臓が早金を打つ。車を止める勇気なんてない。そのまま速度を上げると衝撃がピタリと止んだ。だがその直後、ルームミラーの端に白い影が映った。廃病院で見たおかしな角度で傾いた首の影だった。まだそこにいる。追ってきている。ハンドルを握る手が汗で滑り、視界がかすむほど焦りがこみ上げる。連れてきちゃったかな。その言葉が浮かんだ瞬間、背筋が固まった。廃病院の自動ドアが開いた理由、それは俺を外に出したかったのではない。俺の車に何かを乗せるためだったのかもしれない。ミラーに映る白い影から目を離せないまま国道を必死で走った。それでも影は消えない。ライトの揺れに合わせて首を傾けたままじわじわと近づいてくる。喉がひりつくほど息が荒れた。もうやめてくれ。祈るような声が車内に落ちたとき、急に影が見えなくなった。あれ？消えた？一瞬の安堵が胸に広がった瞬間、カチャンと助手席のシートベルトが勝手に装着される音を立てた。がっちりと閉まる金具の音がすぐ横で響いた。だが助手席には誰も座っていない。それなのにシートベルトは明らかに何かを抱え込むように沈んでいた。息が止まり、頭が真っ白になる。シートが沈んだまま少しずつ何かが動いている。寄りかかるように体重をかけている動き。形がそこにある。姿は見えないが、確実に誰かが乗っている。その瞬間バックミラーに映った。助手席の上にあの白い首が乗っていたんだ。前かがみの姿勢でシートに覆いかぶさるように首だけが俺の方へ向いている。肌は紙のように白く、目は黒い穴みたいに抜け落ちている。口は開いていない。ただ存在だけがこちらを圧してくる。ハンドルを握る手がブルブルと震えた。アクセルを踏み込んでも車はまるで重くなったみたいに加速しなかった。降りろ。頼むから降りてくれ。泣き声に近い声が漏れたとき、助手席のシートベルトがさらに締まった。乗っている者がより深く座り直したような動きだった。重みは増し、車体がわずかに傾いた。タイヤのゴムがうなり、
エンジン音が弱く震えた。恐怖で視界が歪む。だが見た瞬間、胸が潰れかけた。道の先に廃病院の玄関が見えたんだ。来たはずの方向なのに国道の真ん中にある。霧の中で自動ドアが開いている。まるで帰りを待っていたかのように両側へ静かにスライドし続けていた。逃げ場なんてない。戻りたくなんてない。でも車は止まらなかった。足がブレーキを踏んでいるのに車体がゆっくりと自動ドアへと向かっていく。助手席の何かがこちらへ顔を寄せてきた。穴のような目が俺の顔の高さに揃った。そしてやっと理解した。あれは俺を迎えに来たんではない。俺を連れて戻すために乗ってきたんだ。やめてくれ！叫んだ瞬間、車内灯がパッとついた。その光ではっきりと見えてしまった。助手席に座っている体は肉がそげ、服は病院の患者服。ただ首だけがなく、その首は俺の目の前にあった。車内灯が再び消えたとき、耳元で湿った声が囁いた。俺、まだ帰れない。次の瞬間、車は玄関の中へ吸い込まれるように入ってしまった。自動ドアが閉まる音が背後で響き、光が完全に遮られた。俺はそれから先を覚えていない。廃病院前で見つかった時には、車は無人で、俺だけがいなかったそうだ。ただ一つ確かなのは、救助された車の助手席に、誰もいないはずなのに、シートベルトだけがしっかりと締まっていたらしい。あの竹林に入って夜の空気は今でも忘れられない。思い出すと胸の奥がキュッと縮む。あそこで車中泊なんて絶対にしちゃいけなかった。地元の古い人はあの竹林を結界が張られた場所という。理由は教えてくれない。ただ真ん中を踏むな、奥を見るな、夜に近づくな。その三つだけは耳が痛くなるほど繰り返された。その日俺は遠出の帰りで眠気に負け、たまたま竹林の入り口に車を止めてしまった。本気で寝るつもりではなかった。少し休んだらすぐ出るつもりだった。エンジンを切った瞬間、空気が沈んだ。竹が風もないのにピシッとなる。葉の揺れる音もしないのに、薄いざわめきだけが耳に残る。森や林とは違う、閉じられた部屋の中みたいな息苦しさがあった。変な場所だなぁ。独り言をつぶやいたその声が自分のものではないように響いた。車の外は真っ暗。街灯どころか星の光すら竹に遮られて見えない。ライトを一瞬つけても緑の壁が跳ね返すだけで奥行きがない。そこでふと気づいた。竹林の奥、真ん中だけ色が違う。黒くぬめるような闇が帯のように横たわっている。まるで細長い穴が地面に開いているみたいに。嫌な予感がして視線をそらした瞬間だった。車体のどこかがコン、コンと叩かれた。弱いけれどはっきりとした音。俺はゆっくりと振り向いて窓の外を見る。誰もいないはずの暗闇に竹の影とは違う丸い影が窓の高さでゆっくりと揺れていた。呼吸が止まる。その影は竹林の奥、さっき見た黒い帯の方向へふらりと動き、次の瞬間窓の横に立っていた。輪郭がわからない。人かどうかもわからない。
ただ確実にこっちを見ている何かだった。そして車のすぐ外で、こっち。とかすれた声がした。その声は人の声ではなかった。窓の横に立ったそれは人の形とは少し違っていた。首の位置が高すぎる。肩の落ち方もおかしい。何より輪郭が竹の影と混ざって境目がわからなかった。その曖昧な形が窓のすぐ外でぬるっと動いた。俺はシートに体を沈め息を止めて固まった。懐中電灯をつけようとは思わなかった。光を当てたら見えてはいけないものまで見える気がした。その時竹林の奥でパキッと大きな枝の折れる音が響いた。同時に車の反対側でコンコンと叩く音。運転席の外、後部ドアの外、タイヤ付近。まるで何体もが車を囲んで場所を移動しているみたいに音があちこちから聞こえてきた。ふざけんな。なんだよこれ。声が震えていた。だが怒りでも恐怖でもなく、ここにいてはいけないと全身が理解してしまった時の声だった。ふと視界の端で竹が揺れた。風はないのに竹一本だけが不自然に曲がり、次々と奥へ向かって押し倒されるように揺れていた。まるで竹林の奥で何か巨大なものが動いている。嫌な汗が背中を流れた。そしてさっきの黒い帯の位置から人のものではない四つん這いとも違う歩き方の影がにじみ出てきた。影の中心だけ真っ暗で形がない。手足らしきものが地面をつかむたびにザリッザリッと砂を引きずる。それがまっすぐ車へと向かってくる。俺はスマホに手を伸ばしたが画面がつかなかった。バッテリーはあった。なのに光らない。何度押しても反応しなかった。これはやべえなとつぶやいた声が自分のものに聞こえなかった。影は車の数メートル手前で止まり、ゆっくり首らしきものを上げた。その形のない顔が確かにこっちを見た。そして中と小さく言った。そいつは中に入れてと言っている。でも声は人ではない。湿った土の音や竹が折れる音が混ざったようなありえない声だった。次の瞬間、車のすべての窓がドンと内側へ押された。誰かが本気で押し込んでいるような衝撃。ひびが細かく広がった。あと一押しで割れる。俺は震える手でキーを回そうとした。その瞬間、車の真横の闇からまるで耳の中に直接入ってくるような声がした。もう入ってるよ。もう入ってる。その声を聞いた瞬間、背中を氷でなぞられたみたいに体がこわばった。入れてもいないのに、もう中にいる。俺は意味を理解するより早く、運転席の後ろ、すぐ耳の後ろで、コトッと小さな音がした。まるで誰かがそこに指を置いたみたいな軽い音だった。俺は振り向けなかった。もし見れば終わると全身が言っていたんだ。外ではガラスを押す衝撃が続き、内側からも何かが動いている。外と中のどちらに何がいるのか、もうわからなかった。そして突然竹林全体がバサッと音を立てて揺れた。風ではない。竹一本一本が巨大なものに触られたみたいに同時に揺れる。その波が中心、黒い帯へと収束し、地面が脈を打つようにボコリ、
ぼこりと盛り上がった。闇が呼吸をしている。そうとしか表現できなかった。俺は反射的にキーを回した。エンジンがかかり、ライトが竹林を切り裂く。その瞬間、後ろのシートでバサッと何かが立ち上がった気配がした。振り向けない。見るな、見るなと頭の中で叫び続ける。ライトに照らされた竹林の奥では、黒い帯が生き物のようにうねり、四つん這いの影がその中へと吸い込まれようとしていた。だが戻る前にそいつは最後にこちらを振り返った。形のない顔の位置がライトの端にぬるっと入る。それだけで心臓が握りつぶされるような圧がかかった。俺はアクセルを全力で踏み込んだ。竹林の間を抜けながら、外でドン、ドン、ドンと車体を叩く音が続いた。背後では竹が折れる音と何かが地面を引きずる音が重なり合う。絶対に振り返らなかった。後ろに何がいるのか分かりたくなかったからだ。結界の手前まで一気に走り抜け、外の空気に触れた瞬間、すべての音が止んだ。息を整え、恐る恐るバックミラーを見た。竹林の奥、さっき黒い帯があった場所に白い顔だけがこちらを向いて立っていた。体はない。顔だけが竹の間に縫い付けられたみたいに浮かんでいたんだ。そしてその顔の下、地面の土が人の手の形に盛り上がって揺れていた。俺は叫びながらその場を離れた。翌朝車を確認すると、後部座席のフロアマットに湿った土が一握り落ちていた。今でもあの竹林には近づけない。結界の奥に何が入ってきたのか知りたくもないからだ。この話をすると、必ず最初にこう聞かれる。どこで道を間違えたの？でも、はっきりと言える。間違えてなんていない。家を出た瞬間から、最初から最後まで、ナビも標識も全部合っていた。異変はもっと手前から始まっていたんだ。あの日は夜に用事があって車で出かける予定だった。特別な理由ではない。ただ夜の方が道が空いているとそう思っただけだ。エンジンをかけ、いつもの道を走り出す。住宅街を抜け、幹線道路へ出る。その時点では何もおかしいことはなかった。ただ一つ普段と違ったのは、やけに車が少なかったことだ。信号で止まっても、前にも後ろにも車がいない。青に変わると自分だけが動く。妙に音が少なかった。タイヤの音も風の音もどこか薄い。しばらく走るとナビが再計算を始めた。理由も表示されてはいない。渋滞も事故も出ていない。そのまま案内されるまま少し細い道へ入った。街灯が減り、周囲が
暗くなる。ここで引き返せばよかった。だが、なぜかそうは思わなかった。しばらくすると、ラジオが一瞬だけ途切れた。砂嵐の向こうで誰かが息を吸う音がした。すぐに戻ったが、胸の奥が少しだけ重くなった。その直後、道の先に看板が見えた。古いドライブインの看板だ。見た瞬間、懐かしいような、知らないような、変な感覚になった。言ったことはないはずなのに。看板の下には小さく矢印が出ている。ナビも同じ方向を示していた。その時、ふと気づいた。時計を見ていなかった。慌てて目を落とすと、時間表示が点滅していたんだ。数字が定まらない。そのまま進んでいたら戻れなくなる。そう思った。でも、ブレーキを踏む理由が見つからなかった。俺はそのまま看板の示す方向へハンドルを切った。矢印の先に進むと、道は一気に細くなった。対向車が来たら、どちらかが止まらないと通れない、そんな幅だった。だが、対向車は来なかった。後ろから追いついてくる車もない。ミラーを確認すると、後方が暗すぎて、どこまで道が続いているのかがわからなかった。さっきまで見えていた街の明かりも、いつの間にか消えていた。ナビは黙ったままだった。案内も再計算も出ない。地図表示だけが薄く残っている。だがその地図がおかしかった。道路は表示されているのに、自分の位置を示す矢印が少しずつ遅れて動いているんだ。ハンドルを切ってから一拍遅れて画面の矢印が向きを変えた。まるで本当の動きは別にあるみたいだった。しばらく走ると、道の脇に使われていないガードレールが現れた。白い塗装は剥げ、ところどころ錆びている。その向こうは真っ暗だ。崖なのか、ただの林なのか、見分けがつかない。ヘッドライトの光が途中で吸い込まれる。地面に届かない。その時、急に腹の底が冷えた。走っている感覚が薄れてきた。エンジンの音はしている。スピードメーターも動いている。なのに、前に進んでいる感じがしなかったんだ。同じカーブ、同じ木、同じガードレール。気づいた。戻っているんではない。進んでいないんだ。何分走ったのかわからない。
時間の感覚が完全に抜け落ちていたんだ。その時、視界の先に明かりが見えた。一つじゃない、いくつも並んだ黄色い光。そして道が少しだけ開ける。そこには建物があった。古いドライブインだった。さっき見た看板と同じ色、同じ形、同じ文字の書け方。なのにナビの地図には何も表示されていなかった。駐車場に入る直前、ふと強烈な既視感に襲われた。なぜだかわからないが、俺はここを知っているようだった。来たことがないのに来たことがある場所だったんだ。駐車場に入った瞬間、エンジンの音が少し遠くなった。車を止めてもいないのに、音だけが先に離れていくんだ。俺は慌ててブレーキを踏み、ようやく車が止まった。周囲を見渡す。駐車場は広い。白線も引いてある。だが、車は一台も止まっていなかった。それなのに、地面にはタイヤの跡が無数に残っていたんだ。乾いた跡と、まだ新しい跡が入り混じっている。建物の正面には大きなガラスの窓。中は明るくテーブルや椅子が見える。人影はない。ドアの横に営業時間の札がかかっていた。そこには24時間営業と、その下に小さく別の札がぶら下がっていた。朝まで。意味がわからなかった。車を降りると足元の感触が妙に軽い。地面を踏んでいるのに少し浮いているような感じがしたんだ。店の前まで歩くと自動ドアが音もなく開いた。中に入った瞬間、空気が変わった。外よりも少しだけ朝に近い匂いがしたんだ。コーヒーと油と長く使われていない布の匂い。店内は見た目よりも奥に長かった。入り口から見た以上に席が続いている。壁には風景写真が飾られていた。参道、夜の駐車場、暗いカーブ。どれもさっき走ってきた道だった。だが一枚だけまだ見ていない景色があったんだ。朝焼けの空とこのドライブイン。写真の下に日付が書いてある。それはなんと今日の日付だった。その瞬間、背後でドアが閉まる音がした。振り返ると入り口が壁になっていたんだ。外はどこにも見えない。代わりに店内の時計が目に入った。壁掛けの
古い時計。針は午前4時58分で止まっていた。カチッという音がして、秒針がほんの少しだけ動いたんだ。そして秒針がもう一度だけ動いた。59分。店内の照明がわずかに明るくなった。夜の光ではない、外が白み始めるあの時間の色だった。奥の席で誰かが立ち上がる気配がした。姿は見えない。だが椅子の数だけ確実に気配があったんだ。カウンターの向こうにいつの間にか人が立っていた。年齢も顔立ちもよくわからない。ただこちらを見ている。その人は、もうすぐ朝ですよ。それだけ言った。時計を見る。分針がゆっくりと6時を指そうとしている。その瞬間、頭の中にはっきりと浮かんだ。朝になったら、ここが外になる。外だった場所が全部ここに回収される。俺は焦って入り口だった壁に手をついた。冷たく、硬い。そしてびくともしなかった。背後で椅子が引かれる音が増えた。席が埋まっていく。カウンターの男が静かに言った。帰るなら今しかありませんよ。指さされた先に細い通路があった。最初からあったはずなのに、今まで見えなかった場所だ。通路の奥に薄く光るものが見える。それは車のヘッドライトだった。俺は考える暇もなく走った。通路を抜け、ドアを押し開けると、一気に冷たい空気が流れ込んだ。その瞬間、俺は車の中にいた。エンジンがかかっている。外は完全な朝だった。周囲を見る。あのドライブインはどこにもなかった。駐車場も建物もない。ただの見覚えのある山道だった。だが家に帰ってから靴を脱いだとき気づいた。靴の底に乾いた土と白い線がついていた。駐車場の白線と同じ形だった。今も夜明け前に車を走らせるとナビに出ない矢印が一瞬だけ表示される。俺は絶対にそっちを見ない。朝まで残ったら帰る側じゃなくなるからだ。高額バイトの募集を見つけたのは深夜だった。荷物を受け取って渡すだけ。側近、身分証は不要。
怪しすぎる内容なのに、金に困っていた俺は申し込んでしまった。翌日、指示役と名乗る男からメッセージが届いた。マンションの302号室にある封筒を取ってきてくれ。あまりにも簡単すぎて逆に不気味だった。住所を検索すると普通の住宅街にあるマンションだった。怪しい雰囲気は全くない。ここなら大丈夫だと自分に言い聞かせてそこへ向かった。夕方、現場へ着くとマンションは驚くほど静かだった。住人の気配が薄く、窓にも明かりがほとんど灯っていない。エントランスの前に立った瞬間、スマホが鳴った。ノックしなくていいですよ。中に封筒があります。中。その言い方が初めて妙に引っかかった。管理会社のサイトで確認をしたとき、302号室は空室と表示されていた。空室なのに中に封筒がある？疑問を抱いたが、引き返せる雰囲気ではなかった。エレベーターで3階へ上がる。廊下の空気が重い。照明はついているのに妙な薄暗さが残っていた。302号室の前に立つと、扉の向こうからかすかな物音がした。生活音にしか聞こえない誰かが椅子を動かすような音だった。空室のはずだ。どう考えたっておかしい。俺はスマホを取り出し、指示役に連絡をしようとした瞬間、画面が震え、着信が入った。こちらが動いた瞬間のタイミングで電話が来る。まるで見られているような気味の悪さ。電話に出ると、男は落ち着ききった声でこう言った。大丈夫ですよ。入ってください。なぜ中の音に気づいている？なぜ俺が玄関の前で立ち止まった瞬間に電話が来るんだ？廊下のどこか、あるいは近くの部屋から誰かが俺を見ている。そうとしか思えなかった。それでも金銭の焦りと、ここで逃げることの怖さの方が勝ってしまった。ノブを回すと鍵は開いていた。静かに押すと扉が開く。中は空室のはずなのに驚くほど整えられていた。新品のテーブル、ソファー、そしてカーテン。冷蔵庫には通電している音がかすかに響いていた。まるで住んでいる人間がついさっき外出したばかりの空気だった。それなのにその場には人だけがいない。玄関の扉を閉めた直後、見えないはずの部屋の奥で椅子を引く音が確かになった。その音に反応するようにスマホが震える。画面にはまた指示役の名前。電話に出ると今度は囁くような小さな声だった。そこ、前の受け子が使っていた部屋なんですよ。封筒を取ったらすぐに出てください。前の受け子、胸の奥が
冷たくなった。この部屋はただの空室ではない。明らかに何かに使われていた部屋だったんだ。そして今その続きを俺がやらされようとしている。テーブルの上に封筒がポツンと置かれていた。白無地で印字も何もなかった。ただそれだけなのに異様な存在感があったんだ。近づこうとした瞬間、部屋の奥で音がした。布が擦れるような音だった。人が立ち上がった時に響くような気配にも似ていた。空室のはずの部屋で何かが動いた。背筋をなぞるような冷たさが広がり、呼吸が浅くなる。封筒を手に取ると驚くほど軽かった。中身が入っている気配が全くないんだ。ただの紙切れを持ったような軽さだった。その時、またスマホが震えた。指示役から短いメッセージ。中身を見るな。すぐ出ろ。なぜ見るなという。そもそもこの部屋に誰が封筒を置いたんだ。疑問だらけなのに全てを遮断するような命令だった。俺は考える間もなく部屋の隅からカタンと音がした。何か硬いものが倒れた音。反射的に振り向くが人影はない。ただ玄関の方から今度はコツッコツッとノブを叩くような音が聞こえてきた。誰かが外にいる。この部屋の前に立っている。心臓が激しく跳ね、息が乱れた。そしてスマホに再び着信。指示役だ。出ると声がさっきより近かった。通話越しとは思えない距離感で囁く。外の人は出入りをする人じゃない。気づかれたら終わるぞ。終わり。その言い方には脅しではなく経験から来る確信があった。胸の奥がひどく痛む。この部屋で前の受け子が何をされたのか、どうなったのか、言葉にされなくても分かっていく感覚があった。封筒を握りしめた手に汗がにじむ。頭の中に最悪な想像ばかりが浮かぶんだ。早く出ないといけない。そう思って玄関へ向かうと、ノブが外側からゆっくり回った。完全に回しきらず少しだけ。動かしては止めて、また動かす。まるで中の反応を探っているような不気味な動き。足が凍りついて動けなかった。ノブの動きが止まり、今度は扉の下のわずかな隙間に影が落ちた。立っている。そこに誰かがいる。その時、またスマホが震え、また指示役の声。ドアを開けちゃいけない。その人間はこの部屋にいた前の子を探してます。前の子。俺は呼吸が止まった。この部屋で前の受け子が消えたという意味だ。
そして今、その行方を探す人間が、俺がいるこの部屋の前に立っている。影が少し揺れた。足音は一切しないのに、気配だけが近づいてくる。ノブがまたゆっくり回された。もうダメだと思った瞬間、廊下の奥で別のドアが開く音がした。その気配に気づいたのか、玄関前の影がスッと消えるように動いた。足音一つなく、本当に影だけが横を滑るように消えていった。しかし、安心する間もなく、スマホから短く一言だけ届いた。まだ終わってません。影が廊下の奥へ消えた瞬間、少しだけ足の震えが収まった。しかし、息を整える間はなかった。指示役からのまだ終わってませんという言葉が頭の奥で響き続けていたんだ。封筒を握りしめたまま玄関から離れようとしたとき、部屋の奥からゴトッと鈍い音がした。生活音とは違う。誰かが壁に手をついたような重さのある音。空室のはずの部屋で確実に何かが動いている。背中を押されるような嫌な予感がして振り返ると、廊下の一番奥の部屋の扉がほんの数センチだけ開いていた。さっきまでは閉まっていたはずだ。開けた覚えもない。その暗闇の隙間からゆっくりと空気が漏れ出すように流れ、部屋全体がかすかに揺れた気がした。スマホが震えた。画面にはまた指示役の名前。出ると声はかすれていた。奥の部屋は絶対に近づかないで。そこは前の子が最後に入っていた部屋なんだ。言葉の途中で男の声が急に小さくなった。誰かに聞かれないように息を殺している気配が伝わる。いいか、封筒をその場に置いて玄関から静かに出ろ。戻らなくていい。鍵も閉めなくていい。とにかく音を立てずにそこから出ろ。とにかく男の声の緊張がそのまま恐怖として胸の奥に沈み込んだ。封筒を床に置いてそっと玄関に向かう。その時だった。奥の部屋の扉がギーッとほんの少しだけ広がったんだ。誰かが手で押したような自然な開き方。でも扉の向こうは完全な暗闇で、中の様子は一切見えなかった。ただ空気だけが冷たく、湿り気のある空気だけがゆっくりと流れ出てくる。玄関まであと数歩。手をドアノブに触れた瞬間、背後で、あの人、どこ？と、囁き声が聞こえてきた。男女、どちらとも言えない。かすれた声、そして乾いた声。明らかにそこにいる誰かの声だった。振り向けなかった。振り向いたら終わる。ドアノブを回した瞬間、廊下の薄い照明がわずかに暗くなり、背後の床を
何かがゆっくりするような音が近づいてきた。逃げないと思った瞬間、玄関の外側で誰かが足音を立てて駆け寄ってくる気配がした。さっきの影の男かもしれない。外も危険、中も危険。それでもここに留まる方がもっと危ない。俺は急いでドアを開け、廊下に飛び出した。足音を殺して階段へ向かう。背後からは奥の部屋の扉が勢いよく開く音がした。絶対に振り向くな。その直感だけで階段を駆け下りた。1階に着く頃、スマホに短いメッセージが届いた。黙っていれば、あなたは関係者ではありません。そしてもう一通届いた。戻れば対象者になります。マンションを出て振り返ると、3階の302号室の窓がゆっくり閉まった。そしてカーテンの隙間から誰かの影が確かにこちらを見ていた。そしてその日を境に、あのマンションから数日おきに空室情報の更新がされている。302号室は今も空室のままだ。誰が住んでいたのか、そして誰が消えたのか。あの日、俺が見つめていた影は誰なのか。そして前の子の代わりが次に呼ばれるのは一体誰なのか。正直に言うと、その日は最初から眠気がおかしかった。夜の運転は慣れている。休憩のタイミングも自分なりに決めている。なのにその日は違った。信号待ちのたび、意識が一瞬落ちるんだ。はっとして前を見ると、赤信号のまま時間だけが進んでいた。ラジオを大きくしても、窓を少し開けても眠気は引かなかった。頭の奥がじわじわと重くなる。そんな時、前方に道の駅の看板が見えた。俺は吸い寄せられるようにハンドルを切っていた。駐車場は思ったより静かだった。深夜なのに車がやけに多い。エンジンを切った瞬間、急に強い眠気が押し寄せた。目を閉じたらそのまま落ちてしまいそうだった。だが車内で視線を感じて目を開けた。フロントガラスの向こう、駐車場の奥に小さな看板が立っている。白地に赤い文字。車中泊禁止区域。妙に目に入る。この広さでわざわざ深夜に強調する必要があるのか。そう思って車内に戻っても、その文字が頭から離れなかった。まぶたが重くなる。ほんの数分だけ休もう。そう思った瞬間、ドアの外で音がした。一つ、また一つ。
ゆっくりと車の周りを回っている。ミラー越しに見ると誰もいない。なのに足音だけは止まらなかった。その時、看板の文字がふと違って見えた。眠るな。そう書かれているように見えたんだ。エンジンは切ったままなのに、車内がやけに暖かい。窓は閉めている。ヒーターも入れてない。それでもまぶたが勝手に下がってくる。目を閉じるたびに夢とも現実ともつかない映像が浮かんでは消えた。駐車場、同じ車、同じ看板。何度も同じ場面に戻される。はっとして目を開けると数分しか経っていない。時計はほとんど進んでいなかった。外を見る。さっきまで見えていた車中泊禁止区域のあの看板が少し近づいている。気のせいだと思って視線をそらす。だが別の場所にあるはずの看板もすべて同じ距離に見えた。まるで車を中心に円を描くように配置されている。その円の外側、暗がりの中に人影があった。立っているのか座っているのかわからなかった。ただこちらを向いている。数を数えようとしてやめた。眠気が急に強くなる。その時、頭の中で誰かの声がした。少しだけでいい。目を閉じろ。その声は自分のものだった。ドアに手を伸ばし、外に出ようとした。だが、体が思うように動かなかった。代わりに視線だけが勝手に看板へ向いたんだ。文字が変わっていた。車中泊禁止区域。その下に小さな文字が増えていた。代わりにここで休め。ゾッとするより先に理解してしまった。この場所は休ませるための場所ではない。起こさないための場所だったんだ。眠ったまま動かなくなった車が周囲に多い理由。ナンバープレートが汚れていた理由。その時、隣に止まっていた車の中で誰かがゆっくりとこちらを見た。目を閉じたまま。その顔が自分とよく似ていたんだ。俺は耐えきれずハンドルを強く握った。このまま目を閉じたら戻れない。理由はわからないが、それだけははっきりしていた。ドアを開け、外の冷たい空気を吸い込んだ。一瞬眠気が引いた。だが駐車場の光景を見て足が止まる。すべての車の中で誰かが眠っている。シートに倒れ、ハンドルにもたれ、同じ姿勢で。どの顔も安らかだった。不自然なほど
その中心にあの看板が立っていた。看板の裏側に別の文字が書かれている。風に揺れて一瞬だけ見えた。気象不可。その瞬間、地面に細い白線が浮かび上がった。白線は眠っている車を囲み、自分の足元まで伸びてきた。俺は線を越えたら終わってしまうと直感した。必死に線の外へ一歩踏み出す。その瞬間、背後でエンジン音が鳴り出した。誰も乗っていない車が一斉にライトをつける。眩しさの中で眠っていた顔が同時に目を開けた。こちらを見る。瞬き一つせずに。その時、声が重なって聞こえた。戻れ。まだ休める。足元の白線がじりじりと近づいてくる。俺は転げるように車へ戻り、エンジンをかけた。タイヤが鳴り、白線を踏み越える。その瞬間、すべてが消えた。気づくと、普通の国道を走っていたんだ。看板も駐車場もなかった。俺は後日、あの道の駅を調べた。そこは正式な休憩施設ではなく、昔仮眠中に起きなくなる事例が相次ぎ、封鎖された場所だった。車中泊禁止区域という表示は注意ではない。選別だ。眠っていい人間と起きたまま逃げられる人間を分けるための。今も夜の道を走ると、あの看板が視界の端に現れる。眠気が強い日ほどはっきりと。だからもし見つけても絶対に車を止めないでほしい。あそこは休む場所ではない。目を閉じた人間を置いていく場所なんだ。